こんにちは。アラフォーインストラクターさっつんです。今日は肩こり解消ヨガを行っていきます。パソコンをしたりとか携帯見たりとかするだけで結構首肩周りガチガチになります。特にOL さんね、どうしてもこういう姿勢が多くなってしまうので、首肩痛い、首肩が張ってくるとやっぱりどうしても頭痛の原因にもなります。頭が痛いなとね感じる方もいらっしゃると思うので、この首肩周りを意識して動かすヨガプラス、また胸を開いていくポーズも入れながらですね、体全身の血液の巡りを良くして動かしていきましょう。ゴムカーサナという牛の顔のポーズを入れるんですが、ちょっとここで簡単に説明すると、腕には曲げた時にここに骨があるんですよね。小指側の方を尺骨、親指側の方を頭骨っていうんですね。で肘を曲げた時にこの尺骨と頭骨があるんですが、この尺骨と頭骨の高さを同じにします。なので曲げた時に尺骨の方がちょっと下がってる人の方が多いのかな、見た時にね。なのでこうやった時にですね、尺骨側が下がっていたら少し上げてあげる。で上げながら上に持ってってあげてください。で NG がこうやって開いた状態にならないように、しっかりと肩関節を少し内側に入れようとして、尺骨と頭骨を同じ高さにしてから上に持っていく。これ結構ポイントです。なのでこうやって握手をしないように、自分の肩関節を少し内側に入れて、で握手またはタオルとか使って構いませんので、ちょっと軽減法でですね、タオルとか紐を使って届かない方は握手をしてみてください。それでは始めていきましょう。それでは右足外側のあぐら座を描いて、両手を斜め前から上、胸の真ん中を上げていきましょう。息を吸って心地よく丹田から胸、左手を下げ、左の脇腹を収縮で側屈、右の二の腕をほっぺの方に近づけ、さらに遠くにつく方は左手を遠く、息を吸いながら右腕を後ろ、胸をオープン、お腹をへこませ、背中を丸め斜め前に、息を吸ってお空を見上げて、お腹薄くしながら両背部を伸ばしていきます。両手脱力しましたら、右の肩を少し下げていくように、お尻を根付かせ、肩首リラックスさせて、では上半身を起こし、両手を下ろしましたら足をチェンジ。胸の真ん中から両手を上げ、右腕を下げて脇腹を収縮。右手少し遠くにつき、側屈深めたら、吸う息で胸を空、はい、たっぷりに酸素を送り届けましょう。斜め前に覆いかぶさって、吸って心地よく体全身に酸素を送り届けていきます。両手を斜めに脱力、左の肩を下げて、お腹は軽くスクープを入れたまま。では上半身をセンターに戻し、足をほどきましたら四つん這いになっていきます。両膝骨盤幅
肘を外に向け緩めましたら、手で押さずにおへその下丹田を使って背骨を滑らかに動かしていきましょう。両手は軽く添えてるだけ。前面を引き上げたまま滑らかに呼吸で体を誘導していきます。背骨は自律神経など集まってますので、深い呼吸に合わせて動かすことで呼吸のしやすい体を作っていきましょう。右足を右手のあたりにつき、お膝とかかとを一直線。そこから上半身を起こして、おへその下丹田、お腹スクープを入れたまま両手を万歳。腕が耳より後ろに行かないように呼吸がしやすいところでキープをしたら、まっすぐに戻し、右にツイスト。右手を左の太ももの裏側に添え、無理に反らずに呼吸ができるところで側屈をしていきましょう。センターに戻したら足をチェンジ。足の幅、骨盤幅で左足を前。左の股関節を引きながらお膝90度。上半身を起こし、しっかり左の太ももの裏側、お尻を使い、上半身は反るのではなく上に伸びていくように、呼吸のしやすいところでキープ。センターに戻し、背骨まっすぐから左にツイスト。太ももの裏側に左手添え、無理して反らずに脇腹を収縮する程度でいいです。センターに戻って足を後ろ。上半身を起こしてきましたら、正面を向いて、それでは足を骨盤幅、足首90度、お膝鈍角のまま骨盤から前に前屈。おへその下丹田を入れながら肩首リラックスさせて、背中の緊張をほどいていきましょう。では体をゆっくりと起こし、右のかかとをお尻の方に近づけ、左の足首90度、足の幅は骨盤幅、肩をしっかり内旋内側に入れてお膝を抱えていきます。抱えたら反対の手で後ろで握手。息を吐きながら前に前屈。背中の緊張をほどいて、ゆっくりと起きましたら、足を伸ばしてる足の外側、アルダマチェンドラーサナ、座位のねじり。息を吸い吐きながらゆっくり丹田からお腹をねじり、外の力を使わずにインナーを使って背骨をツイスト。合掌できる方は合掌していきましょう。
呼吸を深く下腹から胸へつなげていきます。ねじりのポーズは内臓を活性化させていきます。呼吸を深く行ってどんどん内側から熱を生み出していきましょう。体をほどきましたら反対。かかとを座骨の方に近づけて、肩を内側に内旋、膝の前から抱え後ろで握手。吐く息でスクープを入れたまま上半身を前に脱力。呼吸を深く行って苦しくないかどうか内観をしていきましょう。伸ばしてる足裏3点は前に。足をほどいたら伸ばしてる足の外に、手を斜め後ろ。次の吸う息で背骨を伸ばし、吐きながら背骨をツイストさせて、合掌可能な方は胸の真ん中で合掌。背中の引き締まりを感じて少しずつ内側をねじっていきましょう。腕や外の力でねじらずインナーをつなげてツイストを深めてみてください。はい、 OK です。では足をほどき、また4点に戻りましたら、右の膝を右腕の外、左の股関節を伸ばし、両手をカップハンド前に引き寄せましたら、胸の真ん中を高く、背中側を下げ引き締めて少し呼吸を観察していきましょう。そこから後ろのつま先をキャッチ。まず前ももをストレッチ。腸腰筋や四頭筋を伸ばします。腕につま先引っ掛けられる方は引っ掛け、下腹みぞおちが抜けないように片方の手をお空に。この時背中や腰痛いなぁと感じるところがありましたら、あまり頑張って反らず上に伸びようとしていきましょう。常に呼吸でポーズを観察してみます。それでは反対。手首の外側に左の膝、左の股関節を折り込ませながら前へ。そこから手カップハンド、下腹を引き上げてみぞおちも引き込ませながら胸の真ん中を高く。背中や腰の引き締まりを感じながら呼吸で観察。後ろのつま先をキャッチし、前ももを伸ばしていきましょう。そこから手に引っ掛けられる方は足の甲やつま先、またはタオルを使って足をキャッチしてみてください。頑張って反りすぎずに無理のないよう心地よい呼吸ができるところでポーズをキープします。ポーズをほどいて一呼吸をしたらセンターに戻っていきましょう。
それでは次はゴムカーサナ、牛の顔のポーズです。右足を左足の上にかぶせ、両膝を重ねたら座骨を後ろに引きながらしっかりと土台を安定させていきます。お尻が痛い方は右のお膝を立てときましょう。左手を前に出し、右手で二の腕を掴んだら、手首で手のひらをお空、指先を肩の方、尺骨と頭骨、横のラインを同じ高さにし、そのまま真上。左の大胸筋から二の腕がつながるように、右の肩先は内側に入れ、一番最短距離を通って背中側に。握手できる方は握手しますが、タオルを使ってもいいです。みぞおちを引き入れ、脇腹をつなげた状態で呼吸を深く。少し前に倒せる方は倒していきましょう。首や肩周り、背中がほぐれていくよう、呼吸でマッサージをするように深めてみましょう。はい、では足をチェンジ。左右差、骨盤などで観察してみてください。右足を重ねたらお膝を一直線。座骨を少し遠くにつこうとする意識で骨盤を根付かせて、そして右手を前に、左手で二の腕を押さえたら手のひらを上、指先で肩を触り、肘を真上、外に逃げないよう肩関節内側に入れて、そうしたら右の肩内に入れてから背中に巻きつけていきます。肩と肩で体を挟むよう、肩甲骨は下げて、呼吸を下腹から鎖骨まで心地よく届けていきます。日頃ね、首肩周りが張ってしまってる方、きついと思うんですが、タオルなども使いながらこのね、手のポジションをやってみてください。ほどいた時にふわーっと指先に血液が流れていきます。それではうつ伏せになり、おでこを軽く添え、両手は体側、手のひらを下に、シャラバーサナバッタのポーズ。両足骨盤幅のまま足を引き込ませ、腰の力でふわっと両足を持ち上げて、お尻は締めないよう意識をしてみてください。下ろしましたら、両手をサイド、肘の真下に手首。まずは手の力を使わず、背筋、背中を使って上体を起こしてみます。ここもお尻を締めないよう下腹からお腹をへこませて、両方の脇腹をつなげながらベビーコブラ。少し胸開いたらみぞおちを覗き込むようにしてブジャンガコブラのポーズ。肘が頑張って伸びきらず緩めた状態。もう一度いきましょう。手を使わずに上半身を起こし、みぞおちを覗き込みながら胸の真ん中を高く、呼吸を鎖骨に入れ、そこからすぐに腰を丸くしてお尻をかかとの方、背中丸めながら脇腹で体をサポート、胸の真ん中を高く、
股関節を後ろに引いて丹田前面の強さで体を誘導していきます。ではスクープを入れたままチャイルドポーズ、バラーサナ。そこから頭頂を優しくついて手で必ず支え、お腹を引き上げながらうさぎのポーズで首肩周りを伸ばし、ロールアップをして合掌。右の腕を下ろし側屈、最後に脇腹を収縮して体側を伸ばしていきましょう。はい、お疲れ様でした。どうでしょうか。首肩周りすっきりとしましたか？ありがとうございました。